っているものよりも実際に出てくる食べ物の方がサイズがとっても大きいじゃないですか。米田の食べ物のカロリーって知らぬが仏だなと思います。ということでですね、今日は米田コーヒー店を高等経済学的に分析していきたいと思います。皆さんは以前こちらの動画、スタバ、なぜ人はスタバでランチ代以上のお金を支払うのかという動画を見ていただけたでしょうか。この動画はそちらのスタバの動画の続きとなっております。数字だったりマーケティングをスタバと比較しながら見ていきますので、もしよろしければそちらの動画を見てからこの米田コーヒー店の動画も見てくれると嬉しいです。ではでは、今日の目次です。今日も大きく分けて3章に分かれております。まずは米田の基礎情報ということで、会社情報と数字で見るスタバじゃないや、米田ということで決算広告を見ていきます。で、その決算広告の数字からスタバとのビジネスモデルの違いを見ていきたいと思います。で、第2章が高等経済学で見る米田ということで、今回は私たちのような消費者視点から見たり、あるいは労働者視点から見たりしていきたいと思います。で、第3章、最後に知っておくと楽しい米田の豆知識ということで、ちょっとした誰かに喋れそうな豆知識もご紹介していきます。それでは本日も一日お疲れ様でした。ごゆっくりお楽しみください。ではまず第1章です。米田の基礎情報ということで、会社概要を紹介していきます。株式会社米田ホールディングスは名古屋市に本社があります。創業は1968年で、2024年だと56周年ですかね。50年以上の長い歴史がある会社です。スタバは2015年に上場廃止していますが、逆に米田は2016年に上場しています。理由は2つあると本に書かれていました。1つは上場することで知名度を上げること、2つ目は上場することで優秀な人材を確保するためだそうです。ではでは、数字で見る米田ということで、前回のスタバと同様、売上高、売上原価、販管費、売上利益、この4つを見ていきます。ちょっと後ろの黒板に書いていきますね。ちっちゃいかな。
売上高に占める売上利益は 21.2% です。ではこのパーセンテージをスタバと比べてみましょう。スタバの場合は人件費や土地代の販管費が 60% を超えていて、結果的に残る売上利益は売上高の 10% しかなかったんですね。一方でコメダは販管費が低くて結果的に残る営業利益は 20% を超えているんですね。これがスタバとの大きな違いです。じゃあなぜこういう結果になっているのか見ていきましょう。皆さんはフランチャイズという単語を聞いたことがありますかね。ここ重要なので書きます。なんか今さ、めちゃめちゃ朝に撮ってるんですよ。全然余談なんですけど、今日朝の4時とか5時に起きて、なんかあんまり寝れなかったので、そのまま朝超早くに起きて6時くらいから動画を撮ってるんですけど、今なんか鳥の鳴き声とかカラスの鳴き声とかいろいろしてきた。何書こうとしたっけ。フランチャイズという言葉は皆さん聞いたことありますか？フランチャイズは本部と加盟店が契約を結び、加盟金やロイヤリティといったお金を支払うことで、その会社のブランドだったり商標の使用権や商品サービスの販売権、経営サポートなどを得られる仕組みです。つまり飲食店を立ち上げたいなとか、カフェ経営してみたいなと思っても、一から自分で開業していくのってとっても大変だし、すごいリスクを背負いますよね。でも例えばコメダとか、よくあるのはコンビニ、セブンイレブンとかファミマですね。そういった既存の大企業とフランチャイズという契約を結ぶことで、コメダコーヒーの名前とかセブンイレブンやファミマを経営することができるんですね。そうしたらもうすでに知名度もあるから、お客さんが開業初期からどんどん来てくれますよね。その分経営者の方は企業の本部の方に売上のうち何割かを支払うようなイメージになっております。で、ここからコメダの特徴なんですけど、コメダは 98% がフランチャイズ店なんですよ。株式会社コメダホールディングスの人たちが経営している店舗っていうのはほとんどなくて、98% がそれぞれのオーナーが経営しているんですね。だから株式会社コメダホールディングスは事業でいうと飲食事業ではなく卸売事業になります。これなんか不思議というか、今まで知らなかったから、コメダホールディングスって飲食事業じゃないのってびっくりしました。つまり本部の企業はね、加盟店へ食材を卸売しているんですね。だから卸売事業です。卸売事業だからこそ原価率が高い一方で、人件費とか土地代とか水道光熱費、そういった販管費はそれぞれの店舗のオーナーが負担して、本部は負担してないんですね。だから販管費が低いんですよ。で、結果的に売上利益が 20% 以上を超えているという仕組みだったわけですね。はい。こう考えると全然スタバとは
ジネスモデルだったりマーケティングが全然違うことがわかると思います。ではでは次に第2章、行動経済学で見るコメダということで、今日のキーワードは社会的先行です。人は、社会で生きて社会的な生物なので、社会的先行というまず性質があります。で、これ何かっていうと3つ特徴があるんですね。他人が嬉しいと自分も嬉しいっていう利他性、他人に何かしてもらったらお返ししたいなと思う互恵性、みんな公平がいいよねという不平等回避、この3つを合わせて全部社会的先行と言います。多分皆さんも絶対に経験のある気持ちだと思います。例えば誕生日にご飯をご馳走するとかで、自分のお財布の中のお金は減ってるけど、でも相手が嬉しいと自分も嬉しいじゃないですか。そういった気持ちを利他性ですね。誰かからプレゼントしてもらったり、誰かから助けてもらったら、次は自分がプレゼントしようとか、次は自分が助けようっていう思うのが互恵性で、あとは例えば給食でみんなに食べ物を配るときは、みんな同じ量を分けたいと思うじゃないですか。そういうのを不平等回避と言います。で、その3つの中でも今回は互恵性がキーワードになってきます。互いに恵むと書いて互恵性です。で、今回はコメダコーヒー店に隠された互恵性を消費者視点からと労働者視点からで見ていきたいと思います。まず一つ目が消費者から見た互恵性ということです。コメダって皆さんもご存知の通り、他の飲食店よりも明らかにサイズの大きい食べ物が出てきたりするじゃないですか。あとは飲み物を頼むと無料で豆が、黒豆だったっけ、なんか豆がついてくるじゃないですか。ちょっとしたおやつがついてくると思います。そういったサービスを受けると、消費者は自分が支払っている以上にプレゼントしてもらった、贈与をもらったっていう感覚になってコメダファンになる、また来ていろいろと注文したいなって思うんですね。つまり大きなサイズの食べ物もコーヒーについてくる豆もなんか米だからのプレゼントな感覚がして、より米田ファンになるっていうからくりですね。はい。もう一つが労働者から見る互恵性ということです。さっきフランチャイズっていうのを紹介したと思うんですけれども、一般的にそのオーナーが本部に支払うロイヤリティっていうのは売上連動型、月額売上高かける〇〇%みたいな感じが多いんですね。つまり自分が頑張って経営して売上が上がれば上がるほど、同時に本部に支払うロイヤリティのお金も増えてしまうっていった構造があります。ただコメダの特徴はですね、このロイヤリティが定額なんですって。
大切にされているなと思ってモチベーションが上がって、お返しにこのカフェ経営を頑張ろうってなるんですね。これが労働者から見た互恵性です。やっぱりさ、互恵性って本当にいろいろあると思ってさ、商品そのものの良さとか美味しさとかも大事だけどさ、やっぱり接客がすごい良かったり、自分に良くしてくれると、ありがたいなと思って、また来ようとか、もっとこれを購入して売り上げに貢献しようとか思うじゃないですか。本当に至るところに互恵性っていうのは隠れているんじゃないかなと思います。はい、なんでね、徳を積むときにね、絶対に見返りは求めちゃいけないけどね、基本的に見返りは求めちゃいけないけど、でもなんか人を傷つけるよりは人にいいことをしておいた方が、いつかは回り回って自分に返ってくるっていうのは、まさに行動経済学でいう互恵性の話なんじゃないかなと思います。はい、では第3章です。最後に知っておくと楽しい米田の豆知識です。やっぱり米田と言ったら白ノワールじゃないですか。はい、皆さん白ノワールのデニッシュ、あれ何層か知っておりますか？白ノワールのデニッシュは64層らしいです。普通の一般的なデニッシュは24層や36層が多いそうです。でも64層にこだわることで、上に乗っている冷たいソフトクリームがね、温かいデニッシュにじわーっと溶き込んで、最高のハーモニーを醸し出すらしいですよ。お腹空いてきましたね。ではもう一つ豆知識。皆さんは白ノワールの由来を知っていますか？白ノワールってなんやねんって感じですよね。これはまずフランス語で黒いことをノワールというらしいです。上に白いソフトクリームが乗ってて、それに対照的にね、黒っぽくはないけど、まあ白に対して黒っぽいデニッシュがあることから、白ノワールと名付けられたそうです。あとは熱々のデニッシュパンの上に冷たいソフトクリームが乗っているという、その冷たいと温かい白と黒、まあそういう相反するものの構造から白ノワールという名前が付けられたそうです。これ名前付けた人めっちゃセンスあると思いません？いいよね、こういうセンス欲しい。ではでは、以上、スタバ、また間違えた、米田の基礎情報と行動経済学で見る米田で、最後に知っておくと楽しい米田の豆知識を紹介していきました。今回はですね、スタバを学ぶために、また間違えた。今回はですね、米田を知るために、じゃん、いつも行列、米田コーヒー店は、違う、なぜ米田コーヒー店はいつも行列なのかっていう、こちらの本を参考にさせていただきました。はい、なんかすごい可愛くない？内容もすごい読みやすいよね。わかるかな？こういう感じで、いろんな写真と
はい。まあでもこれ出版いつなんだろうな、結構2016年くらいなので、ちょっと最新のコメダ情報は違うかもしれないんですけど、まあでも基本的なところは変わってないと思います。はい。あとはいつも高等経済学を取り上げるときに私が使う高等経済学の本質本だと思ってるものなんですけど、ダニエル・カーネマンのファスト&スローと大竹海夫さんの高等経済学の使い方っていうこの2冊です。私が高等経済学を学んだ時に世にはたくさんいろんな本があるじゃないですか。高等経済学に関する、もちろんすごい詳しくていい本もあれば、あまりにも難しすぎてわからない本とか、逆に表面上のことばっかり、なんかただただ売れるようにキャッチーな文章でキャッチーなタイトルで作り上げた本とかもいろいろあるわけですよ。その中でとりあえずこれとかを持っとけばちゃんとした基礎情報は得られるって教えてもらったので、もちろんね、私もいろんな他の本も読むこともあるんですけど、最終的にはとりあえずこっちに戻ってくることが多いです。はい。まあこれはね、経済学に興味があればなんだけど、こっちはもうサクッと楽しく読めるので、気になった方は読んでみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。今回は前編スタバ、後編にコメダコーヒー、それぞれを高等経済学的に分析してきました。はい。で、決算広告なんかも見ることで、その企業のビジネスモデルも学びました。もしね、こういう企業だったり、お店の分析をしてほしいっていうリクエストがありましたら、コメント欄で教えてください。皆さんの勤めている企業でもいいですし、就活生の方だったら、企業分析しなくちゃいけないから志望度の高い企業だったりとか、あるいはいつも自分が行くお店なんでこうなんだろうとか分析してほしい企業だったりお店があればコメント欄で教えてください。